こんにちは、みどりです。皆様、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は前回に引き続き、認知の歪みの中でも代表的なものをさらに5つご紹介します。認知の歪みとは何かについては、前回の動画で詳しくお話ししていますので、気になる方はそちらもご覧いただけたら嬉しいです。認知の歪みは生きづらさの原因になることも多いです。心を少しでも軽くして自分らしい生き方を取り戻すためのヒントとして聞いていただければ幸いです。では早速始めましょう。最初にご紹介するのは拡大視と縮小視です。これは自分に関するネガティブな出来事や短所を実際以上に大きな問題として受け止める一方で、ポジティブな出来事や長所は過小評価してしまう思考パターンです。さらに自分と他人を評価するときの基準が極端に異なるのも特徴です。他人の失敗や欠点は大したことはないと軽く受け流すのに対し、他人の成功や長所は必要以上に高く評価する傾向があります。例えば、ある大学生はゼミ発表で一つの質問に答えられませんでした。他の質問には的確に答えられたにもかかわらず、彼はこれで教授や同期は僕を無能だと思うだろう。この失敗は致命的だと考え、数日間落ち込み続けました。でも同じゼミで友人が別の発表で答えられなかった時には、まあそういうこともあるよね。大した問題じゃないと軽く受け止めたんです。つまり同じ出来事でも自分のことは大問題に見え、他人のことは些細に思えてしまうんです。職場でも同じようなことが起きます。営業部のある職員は今月の売上が目標の 85% だったとき、大幅に未達成だ。上司や同僚からの信頼を完全に失ったと深刻に受け止めました。しかし、隣の席の後輩が同じ 85% だった時には、経験が少ないのになかなかの成績だ。来月はもっと良くなるだろうと高く評価したんです。この認知の歪みは、自分に対しては完璧を求めながら、他人には寛容になるという不公平な評価基準を持っています。そのため、自分は常に劣っているように感じ、自己肯定感が下がり、対人関係にも不安を抱きやすくなります。次にご紹介するのが、感情による決めつけという認知の歪みです。これは自分が抱いた感情をそのまま事実だとみなしてしまう思考の歪みです。客観的な根拠がない場合でも、そう感じるのだからきっと事実に違いないと思い込んでしまいます。例えば、自分は嫌われている気がすると感じたとき、こんな風に感じるのだから、やはりあの人に嫌われているに違いないと思い込んでしまうことがあります。人は感情の生き物であり、それぞれの状況や事情によって抱く感情も様々です。それにもかかわらず、自分がそう感じたからという理由だけで相手の気持ちを断定するのは適切な判断とは言えないでしょう。またある人は起業を考えていました。新しいビジネスプランを練っている最中に不安が強まり、こんなに不安になるということはこのビジネスは失敗するに違いない。だからやめておこうと考えてしまいました。でも不安という感情は
新しい挑戦をするときに自然に生じるものであり、その事業の成否と直接関係はないでしょう。実際そのビジネスプランは客観的に見ても十分に実現可能性がありました。この認知の歪みの危険な点は、感情と事実を混同してしまうところにあります。感情は私たちの内面を映し出すものですが、必ずしも現実を正確に反映するわけではありません。したがって、現実からかけ離れた誤った判断をしてしまうことも少なくないんです。次の認知の歪みは、べき思考です。おそらくこれは多くの人が聞いたことがあるものだと思います。この認知の歪みは、こうするべきだ、こうでなければならないといった絶対的なルールを自分や他人に課してしまう考え方です。状況や個々の事情を考慮せず、例外なくこうあるべきだという硬直した基準を当てはめようとします。そのため、現実が思い通りに進まないと、強い不満や罪悪感を抱きやすくなります。例えば、ある教師は、完璧な授業をするべきだ、生徒全員から好かれるべきだという強い信念を持っていました。その結果、わずかなミスでも激しく自分を責め、一人でも好意を示さない学生がいると、深く傷ついてしまいます。完璧を求めるあまり、授業準備に過度な時間を費やし、プライベートの時間がほとんど失われてしまったんです。家庭でもべき思考は大きな影響を及ぼします。ある主婦は家事は完璧にこなすべきだ、夫を常に支えるべきだと考え、自分の時間や欲求をすべて後回しにして、家事と夫のサポートに全力を注ぎました。しかしその結果、自分自身が心身ともに疲れ果ててしまったんです。べき思考の問題点は、現実の多様さや複雑さを受け入れにくいことにあります。人間関係や社会生活では、その場の状況に応じて柔軟に対応することが求められるでしょう。それにもかかわらず、べき思考では、一つの基準で物事を判断しようとするため、結果として適応的でない行動や感情を生み出してしまうんです。次の認知の歪みは、レッテル貼りです。これは、1、2回の失敗や一つの側面だけを取り上げ、それを人物全体の評価へと結びつけてしまう思考パターンです。対象は自分自身の場合もあれば、他人の場合もあります。この思考にとらわれると、自分や相手が持つ豊かな個性や可能性を見落とし、固定的なイメージに縛られてしまうでしょう。例えば、たった一度遅刻した同僚に対して、あの人はルーズな人だと決めつけてしまうと、その後はその同僚の行動すべてがだらしなく見えてしまうかもしれません。本当は偶然の出来事に過ぎなかったとしても、一度貼られたレッテルによって相手を見る目が歪んでしまうんです。また、就職活動中のある大学生は、2社続けて不採用通知を受けたことで、自分は負け組だ、社会不適合者だというレッテルを自分に貼ってしまいました。このようなレッテルが一度貼られると、自分の長所や可能性を見失うことも少なくありません。実際、彼には高い語学力があり、ボランティア活動での経験も豊富で、創作活動においても
才能を発揮していました。しかし、負け組という思い込みがこれらすべての強みを覆い隠してしまったんです。レッテル貼りの危険性は、人が本来持つ多様性や成長の可能性を否定してしまうことにあります。人間は多面的で複雑な存在であり、時間とともに変化するものです。それにもかかわらず、一度貼られたレッテルは、固定的なイメージ以外の情報を見えなくし、本人から意欲や自信を奪い、可能性を狭めてしまうんです。最後にご紹介するものは、自己関連付けという認知の歪みです。これは良くない出来事の原因を必要以上に自分と結びつけて考えてしまう思考パターンです。本来は自分のコントロールが及ばないことまで自分のせいかもしれないと感じ、不必要な罪悪感や責任感を抱え込んでしまいます。あるチームリーダーはメンバーの一人が転職することになったとき、きっと私のリーダーシップが悪かったから辞めることにしたんだと考えました。実際にはそのメンバーは家族の事情で地方へ転居する必要があったのですが、リーダーは客観的な事実よりも自分の責任を重く受け止めてしまったんです。その結果、本来なら苦しむ必要のないことにまで心を悩ませてしまいました。また友人から今日は都合が悪くて会えないと連絡を受けただけで、自分が何か失礼なことをして嫌われたのではないかと落ち込んでしまうケースもあります。実際には相手の都合で予定が変更になっただけなのに、何でも自分の落ち度と結びつけて考えてしまうんです。この認知の歪みは、責任感が強く他者への配慮が深い人ほど陥りやすい傾向があります。自分の責任ではないことまで背負い込み、不必要に心へ負担をかけてしまう結果、精神的に自分を追い詰め、心を病んでしまう危険があります。今回は典型的な認知の歪み第2弾として、拡大視と縮小視、感情による決めつけ、べき思考、レッテル貼り、自己関連付けの5つを取り上げ、それぞれの特徴や具体例を見てきました。認知の歪みは誰の心にも生じ得る思考の落とし穴です。こうした癖に気づかずにいると、自分で自分を追い込み、必要以上にストレスを抱えてしまうでしょう。でも認知の歪みは気づくことさえできれば、少しずつ緩めていくことができます。不快な感情に襲われた時には、一旦立ち止まり、今自分は何を考えているのだろう。その考えは事実に基づいているのだろうか。本当に適切なものだろうか。もっと別の解釈はできないだろうかと自分自身に問いかけてみてください。冷静になって考えた結果、ご自身の不合理な信念に気づけるかもしれません。適切ではない解釈に気づき、別の見方を考える余裕が生まれれば、心は少しずつ軽くなっていくはずです。あなたの毎日がより穏やかで心地よいものへと変わっていきますようにお祈りしています。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。